黎明の国国立美術館の創立100周年記念のサポーターとして見どころはしっかり調べてきたぞ。確か次の展示室には砂漠の魔術師の絵が飾られているはず。いい顔してますな。ずっと探してた激レアグッズが手に入った瞬間だし当然だろうけど。そこにいるのはイデア先輩？なんだジャミルしか。急に話しかけないでよ。失礼しました。普通に声をかけただけでこんなに驚かれるとは。それにしても素晴らしい絵だな。実物を前にすると圧倒される。様々な試練を乗り越えて長年追い求め続けた魔法のランプを手に入れた砂漠の魔術師にまつわる有名な伝承が見事に描かれていますね。長年一つのものを追い求め続けたか。砂漠の魔術師にはシンパシーを感じますな。シンパシー？いや拙者もどんなに苦労してでも手に入れたいものがあったなとかそういう意味で。どんなに苦労をしてでも手に入れたいものですか。その反応 もしかしてジャミル氏も何か欲しいものがあるの？そうですね。俺は全宇宙を支配する力が欲しい。まさかジャミル氏の口からミドルスクールの学生が言いそうな言葉が出るとか。砂漠の魔術師の伝承に登場するセリフを真似たつもりだったんですが伝わらなかったか。ああ、冗談。一瞬でも拙者と同類とか思ってすいません。いや別に謝っていただく必要は欲しいものの話でしたよね。いろいろありますが現時点で最も優先度が高いのは人脈でしょうか。ああ、そうきましたか。全宇宙を支配する力の方がまだ親近感持てましたな。大きな望みを叶えるために利用できそうなやつ。いえ俺の力になってくれそうな人たちとの関係を構築したいという話ですよ。砂漠の魔術師も魔法のランプを手に入れるためにたくさんの人物の協力を得たと言われています。だからこそ俺は人脈が欲しい。心の底から欲しいものを絶対に逃さないように。レアアイテムを絶対に手に入れたいって気持ちは拙者も理解できるけどさ、他人任せとか裏切られそうだし、そもそも人間関係を構築する時点で無理ゲーだし。けどまあ砂漠の魔術師は熟慮の精神の持ち主なわけだから案外ジャミル氏みたいな考え方で他人に接してたかもね。知らんけど。砂漠の魔術師と俺の考えに通じるところがあるとしたら光栄ですね。彼は数ある伝承であらゆる事態に対応できるよう備えを怠らなかった人物として語られています。国事においても自分の望みを叶えることにおいても俺も彼のような偉大な人物になれるよう今後も油断せず行くつもりです。鳥の絵だ。描かれているのは百獣の王の一族に代々仕えた最長のようですね。ドヤ顔でなんか語ってるっぽいけど。王族に何か進言しているのか。いや説教かもしれませんね。この最長は王の侍従のほか王子のお目付け役もしていたそうですから。使える相手に説教って度胸があるというか怖いもの知らずというか。もし王子がマイペースな性格だったり思いつきで行動して周りを振り回すタイプだったりしたら俺だって苦言を呈さずにはいられません。ジャミル氏やけに実感がこもってない？気のせいですよ。そういえばこの最長は百獣の王に子守歌をねだられたこともあるとか。わざわざ厳しい侍従に子守歌をねだるとは。百獣の王怖いもの知らずにも程がある。王子はともかく百獣の王とは気の置けない仲だったのかもしれませんね。拙者は日頃ガミガミ言われすぎて腹いせに子守歌を歌わせたに一票。そういう可能性もありそうです。それにしても子守歌か。俺も昔妹にせがまれたな。それはまた微笑ましい思い出で。イデア先輩がどんな想像をしているかは知りませんが微笑ましい思い出なんかじゃありません。そうなの？はい。俺なりに頑張って子守歌を歌ってやったのに
全然寝てくれなかったけ？それならまだ可愛げのある方ですよ。あいつと来たら露骨に眉間にシワを寄せて下手すぎって言ったんですよ。ブッハ！幼子の口から発せられる容赦ない一言。あれ？でもジャミル氏 NRC トライブに参加してたよね。ってことはあのビル氏に認められた歌うまなのでは？まあ妹にバカにされて以来練習しましたから、人前で歌っても恥をかかない程度には上達したかと。妹も VDC の中継を見ていたので、もう下手とバカにできないだろうと言ったら、何それ、何のことと言った本人は覚えてなかったオチ。ジャミル氏お気の毒すぎる。何年も気にしていた俺がバカみたいでした。まあ音楽の授業で評価を落とさずに済むので練習した甲斐はありましたけどね。あそこに見えるのは茨の魔女の絵ですな。大勢の兵に囲まれて大ピンチって感じ。でも表情を見てください。武器を向けられても全く恐れている様子がない。逆に兵士の方がビビりまくりですわ。てかなんでこんな状況になったんだろう。茨の魔女は誰もがひれ伏す強大な魔力を持っていたと言います。だからこそ伝説になった。しかし人間は往々にして超越した力を持つ存在に恐れを抱くもの。時にはこうして彼女に刃を向けた人間もいたんでしょう。愚かとしか言いようがありませんが。はは、なるほどね。ゲームでなら敵に囲まれてもどう切り抜けようかって気合入るけど、リアルでこんな大勢に囲まれたら拙者は速攻気絶する。さすがに気絶は大げさでは。大げさ？ジャミル氏はこんな大勢が相手でも余裕で立ち回れるってこと？俺は日を改めて兵士たちが仕える王に1対1の会談を申し込みます。まあ話し合いのできる理性的な王が相手ならという前提ではありますが。なんだ、ジャミル氏だって茨の魔女みたいにはできないんじゃん。大抵の人ができないことを成し遂げたからこそグレートセブンとして名を残しているのでは。強大な力を持つだけでなく器も大きい。俺なら報復をしてしまいそうです。なにどんな仕返しをするつもり？机の角につま先をぶつけさせるとか？そうですね。これは確実に何かよからぬことを考えてる顔。拙者休養を思い出したのでこれにて失礼いたす。休養？サポーターとして美術館を見学しているのに他に何をするって言うんだ。まあいいさ、そろそろ俺も一人で静かに展示を見たいと思っていたところだし、どんな仕返しをするつもりか。そうだな、俺なら思いつく限りの屈辱を味わわせて堂々と日の本を歩けなくしてやるさ。